とね俺小樽はあんまり好きじゃないかもしれないね。青少年の家かボケ。おお、やっぱビジネスホテル最高や。はい、もう完全に札幌の中心地入ったね。あれ全然人通りがないな。はい、日本一周ツーリング29日目ということでね、現在の日にちが6月23日の13時12分1分とかそのあたりか。俺もなんとね29日も家に帰ってない。信じられん。で実はねここ3日間ほど小樽で雨宿りをしておりまして、北海道に入って急遽連日の雨ということで、なんとロケーションがね小樽、まあ宿が少ない、ホテルが少ないからゲストハウスばっかり泊まってたんやけど、ちょっとね俺小樽はあんまり好きじゃないかもしれないね。観光都市やねやっぱり小樽って。小樽に入ってからというもののしとしと雨がずっと続いていて身動きが取れないね。今日で3泊目か。今からねミレットっていう地元の人が愛するようなカフェがあるらしいから、そこで飯を食っていきたいと思います。古き良きカフェって感じやな。生ラムジンギスカン定食770円。安い。ホテルはあるんやけど少ないし、ホテルが埋まりがちでゲストハウスに泊まってたんやけどさ、ゲストハウスはゲストハウスでものすごいしんどいのよ。っていうのもゲストハウスってさ個室がないでしょ。だいたい簡易2段ベッドとかそういうのやからさ、だからパソコンで作業をしてちょっと中断してトイレに行きたい時とか盗まれたら困るからさ、全部カバンに収納してトイレに行って、でまた戻ってきてパソコン全部開いてみたいな、ちょっとね効率が悪いし、移動のたびに全ての荷物を持ち運ばないといけないっていうのは負担が大きいな。休むに休めないというか、3日間も俺小樽のゲストハウスいたのよ。で初めの2日が比較的新しくできたところで小樽宿っていうところで、そこはねまだ良かった。綺麗で唯一難点があるとすれば共用スペースのテーブルに背もたれがないから俺の体に合わなくて辛かったっていう感じかな。ただ綺麗で防音性も高くて良かったね。2泊小樽宿にしてたんやけど天気が雨やったからさ、だからもう1泊せざるを得ないっていうことになったんやけど、その時に取ったのが小樽森の木っていうゲストハウスなんやけど、ここはひどかったね。なんとね就寝時間があんねん。24時になったらもう電気消されるから自分のベッド以外で何にもできないっていう。青少年の家かボケ。盛岡ゲストハウスのさ赤猫の時もそうやったけどさ、個人がね副業でやってるようなゲストハウスはあかんな。一軒の家に2段ベッド大量に置いてそこに寝かすみたいな感じになるから音がうるさいのよ。いびきとかだけじゃなくって他の人が歩いてる音とかも全部こっち入ってくるから、ああいうのあかん。しかもそこ小樽宿よりも高かったからもう一生行くかボケ。ただやっぱりねカラオケとか満喫とか行くよりははるかに楽やから、それでも文句は言えん。土曜日で3000円で泊まれるっていうのはねありがたい話ではあるから、ベッドで寝れるとやっぱ体力が回復できるからさ、最悪でもベッドで寝れる環境を確保できるだけでもありがたいな。おお、でちょっとね小樽は観光色が強くて全体的に何もかも物価が高いと。海鮮も結局物価が高いっていうことになったんで、もう絵に描いたようなヤンキーやったな今。これは違うのか。早々に逃げて小樽からバイクで1時間の距離にある札幌に今向かっております。札幌はね結局金土のホテルが1万円超えてくる値段になるからむっちゃ高いんよ。ただね今日曜日やからありがたいことにねホテルが1泊3500円で2連泊取れまして、しかもちゃんとしたビジネスホテルで朝食付きっていう、ちょっともう今からテンションが上がっております。嬉しいね。もう本当にゲストハウスはうんざりやな。やっぱビジネスホテル最高や。日本一周とかしようと思うと金土の宿をどう乗り切るかっていうのがむずい。月曜日から木曜日やったらさそんなに高くないのよ値段も。金土が4倍ぐらいに跳ね上がるから、そこを乗り切る方法を考えないといけないな。で札幌ではねちょっと行きたいところが何か所かあって、まずトリトンっていう回転寿司すごく美味しいらしい。
まあ正直もう海鮮に関しては青森以北からは頭打ちしてる感はあって、もうどこももうね死にたてほやほやの海鮮連れてきてくれるからとにかくうまいのよ。というわけでコスパを重視してトリトンっていう回転寿司がすごく美味しいと聞いているから、まずそこへ行きつつ、次に札幌にねサーモン食べ放題のお店があるらしいから、そこでサーモンのお刺身をたらふくいただいてこようかと思っております。でね、その他札幌に関してはやっぱ200万人都市だからやっぱり見どころは腐るほどあるでしょ。見どころあるって言っても都市部回ってるとしんどいから、今回札幌ではちょっと海鮮をいただいて、あとはまあめぼしいところ数カ所行くぐらいにしといて休憩の方を重視したいと思います。200万人都市とかされたらさ、見どころありすぎて回れんで、やっぱ郡山とか盛岡とかあの辺ぐらいのサイズが俺は好きだった。帰りにまた山形とか秋田とか行こうかなとは思ってるけど、その辺でどんな街かまた見ていきたいと思います。いよいよ札幌市街に入ってしまいまして、どうでしょうこれ。普通の大都会やね。でもね、なんか聞いたところによると、その札幌も札幌駅とすすきの駅以外はそんなに発展してなくって、まあ、それ以外に広く薄く札幌っていう街が広がってるらしいけど、まあまあでも十分発展してるな。はい、もう完全に札幌の中心地入ったね。そろそろ札幌東西に分断する札幌大通公園が見えてくるはずではあるんやけど、あんまり人通りなくない？平日やからやばくないこれ。あれ思ってるよりって感じやな。北海道やろ？大丈夫やんな。札幌は大都会だもんね。あれどこ人。とりあえず今日はねもうホテルに早々に置いて、でバイクのオイル交換札幌でしていこう。そろそろやばい。22度と日光でこんなに暑いのか。あれ全然人通りがないな。今日平日ちゃうぞ、日曜やぞ。みんなどこ行ってんの。はい、大通公園です。すごいね、立派な公園、素敵。俺昔営業で札幌来た時ひたすらこの公園歩いてた記憶あるわ。地図で見たら狭いからさ、全然行けるやんと思って歩いたけど、むっちゃ広いねんな、歩いたら。マジで後悔したわ。でもね、本当に綺麗な公園。これ仙台と同じでいい感じの街づくりができてると思う。こういう公園一つあるだけでね全然違うのにね、大阪と東京はこういう公園をもっと増やすべきよな。さ、代々木公園とかさ、神宮とかさ、たまにでかい公園あるけどさ、上野の方とかにもあんなもん用意されてもいかんからさ、もっと日常的にさ自然と触れ合えるようなこういう公園をさ用意してくれたら一番いいよね。やっぱ人通り増えてきたなこの辺になると。北が札幌駅で南がすすきの駅やから、この2つか。であとは地下街がすすきのと札幌でつながってるらしい。難波のあれやね、心斎橋と難波駅が地下でつながってるようなあんな感じやね。難波ウォーク的な。路面電車も走ってんのか北海道は。すげえな。函館もそうやったけど札幌も路面電車か。路面電車すっきゃな。15時までどっかで待機やな。ロビーとか使わせてくれたら最高やけどな。これらしい。どれホテルニューバジェット。これや。大丈夫か。大丈夫そう。しゃあフロントさんに会いに行きましょう。まずはバイクを止めよう。疲れた。札幌来た。信じられん。東京から札幌まで来てしまった。遠いわ。海鮮を食べよう。ラーメンはいいわ札幌では。クルムス札幌店でオイル交換中。現在の走行距離が21,920キロということで、この段階で一度オイル交換をしました。ここから北海道から東京に戻るまでで1500キロぐらいあるでしょう。東京戻った段階でバイク買ったバイク屋でもう一回オイル交換やな。やっぱねオイル交換すると全然違うね。ギアの入りやすさが全然違う。オイル交換しとかなあかんわ。早めにね、バイクも車もそうやけどオイル交換はどれだけしても損はないよ。